禁止制限。今回は禁止制限の予想を2人で持ってきます。素人が考える、制限と、玄人、木下君が考える制限で、ちょっと語ろうかなと思います。私から行かせていただきます。はい。これで、提出させていただきます。はい。で、このサク X とカオスモンは同時使用制限で。ああ、なるほどね。似たようなところあるから、ちょっとギルモンとオメガ X。この2つは、なんか急に飛んできて急に殺されることが多いから、ちょっと減らしてほしい、その機会を。はいはい。暗殺剣。どんなデッキにも入る。見えへんところからリーサルが飛んでくるっていうのはあまり良くないよねっていう。いやね、しかもそれがなんかこう、デッキタイプに準じないところからも飛んでくるのも、ムカつき度が非常に高い。使ってて心強さもあるけど、やっぱ健全度合いが著しく下がっているので、俺はかけていいと思います。はいはい。で、こっちが攻めの理不尽やとしたら、このメディーバルデュークモンは、これ守りの理不尽。結構こいつ出たらどうしようもないですみたいなデッキは多いよね。そう。デッキタイプ殺せるし、1枚で。対処もめんどくさいし、7コストって別に全然出せるし、素人の私からすると、制圧力が高すぎるので。7コストで2面除去した上に、開始のターンの制圧もすんなよと。そう。今ね、ちょっとカードパワー高すぎへん、普通にこれって出された時思った。カードパワーかなり高い方だよね。で、次、グラビティプレス。なんか僕はもう始めた頃には、こいつ以外の同期はみんな制限になってるらしくて。そうね、ジャックレイドもハンマースパークも絶好調も全員、無償にぶち込まれましたけど。で、初めて触ったのが俺、ギルモン、メギドラゴンやったから、メギドラね。これ使ってんけど、もう法外に強いよな。不可能を可能にし続けてるよな。ゲーム後半これとギルモンだけあればゲームに勝てるからね。てか、なんかほんまに、しょうもねってなると思う、これ。やられてる側。やってる側でもなんならなる。こんなんで勝っていいんや、みたいな。引いただけやん。ってもう、プレイングもクソもない、ちょっと大味すぎる札ということで、上げさせていただきました。あと、この昨夜 X カオスモンなんですけど、昨夜は、俺はそんなに対面してて、ムカつかないっていうか、もうデジモンカードゲームってこういう、2、3、4、5、6で強い7、強い6で戦っていくゲームやから、それがすごい優れてるなとは思うねんけど、やってること自体はそんなにムカつかないけど、ちょっとデッキぐるぐるしてんのに、そっからロングショットが飛んでくることだけは俺は許せない。コントロールデッキであれっていうことだよね。そうやね。コントロールデッキの顔してるくせに、ショットをしてくるのは違うやろと思う。普通にバロドゥルアームのこの出た時の制圧力もなんか妙に高いのもムカつく。ショットできなくても蓋にはなっちゃうっていうか。そういうちょっとコントロール面らしからぬショット性能と制圧力の高さがちょっと昨夜は、俺の中での昨夜の悪いところって言ったらそこかなっていう以上。わかりました。私の、提案でございます。ご敵の下予想を貼らせていただきます。はい。でもこんな感じで。新制限6種類と、制限解除が1種類で、そう予想してます。見たことねえな、ジオグレモン。じゃあまず、1枚だけの制限解除から。ジオグレモン、これね、進化した時に縦からテーマを踏み倒せるっていうカードで、これが制限カードになった時は、これの上になるシャイングレモンっていうデッキがかなり強力で、もうほぼ一強みたいな形で、結構強かった時期やったから、その中に何か1枚ってことでジオグレモンがいったんやけど、今ね、テーマ踏み倒しますみたいな連中なんか無限にいるから。無限にいるな。だからしかも面白いよね、使ってて。レベル4で縦見て、テーマをバンって出せるっていうので、やっぱ使ってて楽しいってのは1個あるから、だからこいつは解除してあげていいんじゃないかなって個人的には思います。じゃあ今から恨み節だね。ちょっと恨み節の方を、つらつらと語らせていただこうと思うんですけれども、やっぱり結果を残してるデッキっていうのが、一番初めに白羽の矢が立つと思うんやけど、ギルモン系と、昨夜も、ロイヤルナイツ。この3つですわな。三強って言われてたの何だったの？もう三強も三強でございますよ。で、最近のデジモンカードって結構、重めにかけるってやったら2種類ぐらいダンとできることがあるなーっていうのを感じて
いるから、まずはギルモンラインから行くと、グラビティプレスはさっき喋ったし、もういいか。次、グラモン X 交代。グラモン X 交代はすごいな。いや、すごい。すごいカードですよ。すごいカードですよ。ドローも安定するし、墓地も肥やせるし、消滅時も強いし、これ引けてるか引けてないかで結構出力が変わってくるっていうところもあって、もちろんさっきのね、サンコスの速攻ギルモンっていうのもかなり強いカードであるし、あいつがおるからギルモンラインが強いと言われても過言ではないところではあるんやけども、実はな、その序盤に引いた時に、とりあえず1点いっとこうみたいなんで、殴り得みたいな状況になってる時もあるし、後半引いてももちろん強いしっていう感じで、4枚やからむちゃくちゃ強いみたいなテイストはちょっと感じるかも。こいつ殴ったらたまにメモリー増えるもんね、こっちの。いや、そうなんよ。縦減らしてるはずやのに、面変わらずにメモリー増えて同じの立ってるとかあるからな。さすがにそれが4やつ確かにね、雑に使われすぎるな。そう。適当に使っても強いって感じになるから、そう。だからこいつはちょっといっていいかなって思いました。はい。次、ガルダモン X 交代。こいつね、こいつが出たんが、BT16 弾。16弾の時に出て、その時は正直あんまり注目されてなかったんやけど、実はトリラインってめっちゃ強くて、こいつはほんまにやばい。回収が赤のカード、デジモンやったら何でもいいっても意味わからへんし、消滅させてくんのも意味わからへんし、速攻を持つのが一番意味わからへん。速攻って結構このゲーム重いよな。重い。よくわからん、こいつは。法外。だってギルモンですらトラッシュ20枚要求すんねんて。ガルダ X 出たらトラッシュ1枚でいいからな。20分の 1。もう20分の1で速攻やで、しかもボディがでかい。登場時に誘発するのもよくわからへんし、出力の全てをこいつが担ってると思ってる、俺は。じゃあ割とこいつが元凶なんや。鳥祭り。やと俺は思ってる。心臓部分。俺はそう思ってる。初。X 工程っていうのもまずいし。なので、こいつはちょっとノミネートとさせていただきます。はい。ギルモンラインに3つも入れちゃったけど。確かに。本命はグラウ X とグラビティプレスかな。ガルダ X は大穴って感じやわ。言わずもがな、王者昨夜門ですよね。王者昨夜門デッキからは、レア昨夜、19段のレアの昨夜門が行くんじゃないかなって感じかな。こいつも、ちょっとよくわかんないことがいっぱい書いてある。昨夜門デッキってもともとオプションをいっぱい使って、相手ちょっと戦っていこうよっていうようなデッキコンセプトで、もちろんその時にハンドにオプションがなかったら、使えないけど、揃ってたら強いよっていうコンセプトでやってるじゃないですか。ないんやったら上から2枚引けばいいやんっていうのこの昨夜門っていうデジモンなんですよね。すごくない？すごい。レベル6に乗っただけで2枚引けんねんで、何の条件もなし。で、これ2枚引くやん。だから進化も含めたら3枚引けるわけやんか。で、3枚引いて1枚捨てるとかやったら、って感じやん。打つねん、これ。オプション打つねん。使うねん。おまけ付き？おまけ付き。もう1対4交換、もうこの時点で。しかもこいつオプション使ったら、トークン出るらしいわ。おまけ、マシマシで。1対5交換。引いたら勝つし引ける。こいつを引いたら次のこいつも引けるからな。行くんちゃうかなと思ってます、こいつは。次はもう一種類。超進化。昨夜門から超進化プラグインですかな。結局こいつが悪いんじゃない？ワンドローして進化が強いのはわかんないけど、スクランブルとかもあるやん、別に。それと、比較して別になんか悪いとこあるんって感じなんやけど。だってスクランブルって4枚やけど、こいつ入ったら7枚入れるからね。確かにな。当たりは。4枚しかないカードを引かれて、店舗を食らうんやったらまだわかるけど、7枚入ってるからな。7枚入っててお前、で、超進化プラグインのせいで、先行2ターン目のルインモードが安定してるから、先行2ターン目のルインモード許せる？いや、あれはね、制限とかじゃなくてもう法律やね。法律で取り締まるべきやわ。かなりスピード違反気味やん。いけるデッキないからな。だからタオモンとかがさ、こぞって打つやん、この辺は。タオモンまで乗れると、レベル7になれますってもう意味わからんねんけど、悪ですね。かなりやんちゃやと思ってる。なるほど。こいつもちょっとノミネートと。で、最後、いきますか。最後、粛清のロイヤルナイツっていうカードなんですけど。こいつは、ロイナに入る、ロイナに4枚入ってるカードやな。まず
使用コスト6って書いてるうん。ように見えると思うんだけど、まあ、このカード6で打たない。ほぼまあ、そうらしいね。まあ、少なくとも5。うん。大体3。実は3。まあ、3実は3。実は3で打って、まあ、1枚引いて、イグドラシュの下にカード入れるよっていう。うん。で、まあ、それはまあいいとして、まあ、ディレイ効果ですよね、こいつのメインディッシュは。まあ、好きなタイミングで、イグドラシュの下から、まあ、デジモンを出せると。ニョキできると。どういうなんですか。ロイヤルナイツできるけど、まあ、登場時は出ないよ。だから出すロイヤルナイツは工夫してね、みたいなデザインで、まあ出た時は結構いいカードではあったんやけど、うん。まあ、ノメガモン X 交代とかいうやつが出てきたそうで。あいつのせいでおかしくなった。乱れ出した。ちょっとおかしかった。あいつ五条悟やから。だって、例えば赤の順当デッキにロイヤル、オメガモン X 交代入れましたってなったら、オメガモン X 交代に進化するとき5コスト払うよ。結構重いよね。6かな。6か。うん。だけど、粛清のロイヤルナイツでオメガモン X 交代出すときって何コストかかるか知ってる？ 3コストってこいや、だから3コストは前の単位払ってるよ。と？あ、そっか。じゃあ0か。無料や。五条悟無料で出てくるの？国門橋から。無料で出てきて、16000突進貫通が2回飛んでくる。そう聞くと相当やな。粛清のロイヤルナイツっていうカードは、おそらく2点生み出すデザインじゃないと思うよ。2面取られて2点取るからね。はい、で、もう一個理由があるんだよ。ロイヤルナイツってその登場コストを軽減していっぱい展開するっていうか、ロイヤルナイツを出していくよっていうデッキやから、本来サイケモンだったりとかの登場コストを軽減ができませんよっていうメタカードって苦しいはずだけど、世のロイヤルナイツっていうデッキにはそれが入ってない。そういうの細かいのを除去するよっていうカードが入ってない。まあなんでかっていうとこいつのせいだよな。粛清ロイヤルナイツのせいで、アタック時に誘発があるロイヤルナイツがいると。でそういうのを入れておくと、粛清のロイヤルナイツで出るから、わざわざそのロイヤルナイツ以外のメタを焼くカードを採用する必要がないんよ。だからデッキとしての純度が高いまま対応範囲を増やせんだよ。だからまあ粛清はまあもういいんじゃないかという感じで私の発表終わります。はい。ちょっとじゃあ2人のやつ一回最後に軽く見比べるか。かぶってんのはグラプレだけか。メディーバルとかオメガ X みたいなシークレットモデルってあんまり規制かからんのよな。ああ、そうなんや。だからあんまりかと思うよな。まあそっちの方がプレイヤー目線は嬉しいよな。やっぱ買ったものの価値が下がるのってめっちゃ嫌やから。まあかからんか。かからんと思うけどな。まあどうなるかちょっと楽しみやね。いつやっけ ?8 月の23。楽しみに待ちましょう。そうね。いや、いいかな。楽しみやな。じゃあもうこの辺で。はい。ああ、出した。ありがとうございました。